はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日の動画は忘れた頃にやってくる株式投資のお話です。今回は2022年度の第4四半期の損益報告を行いたいと思います。簡単に私の株式投資の投資歴をお話ししますと、私は2008年からやっとこそ貯めた50万円の資金で株式投資を始めました。投資の知識がほぼないままで始めた株式投資で、これまでに儲けた金額は、間違えました。これまでに損した金額は、トータルで車に例えると新車1台分になります。それでもなお、ファイヤーを目指して、派遣社員をしながら、株の勉強をしながら、日々株式投資に励んでおります。私の投資スタイルは、信用取引を使ったスイングトレード。で、私がこれまでに勝手に先生と崇めてきた人たちは、渋谷隆夫さん、足立武さん、そして今現在は相葉史郎さんとなっております。では、ここからが本編です。前回のこちらの動画では、確か、35万円ほどの投資資金に対し、最大8万円の含み損が発生してしまいました。で、動画撮影時でも5万円か6万円の含み損を抱えているというお話をしたと思います。ところがですね、先に結論を申し上げますと、今現在、含み損はプラスに転じました。当時、大きな含み損を出していたのが、2つの銘柄によるものでした。その1つ目が、銘柄コード2121の日本 M&A センターホールディングス。そして2つ目が、銘柄コード6770のアルプスパイン。まずはこちら、日本 M&A の冷やしチャートをご覧ください。私が買ったのは8月5日1867円で100株買いました。基本私が購入するのは100株ずつです。理由は簡単。資金が少ないから。買った理由としてはご覧のように上昇トレンドだと思ったからです。ところが株価はその後低調な動きとなってしまいました。その理由は簡単。チャートを週足に切り替えてみると、現在日本 M&A が絶賛下降トレンド中なのが一目瞭然。これはまさにまだ買うべき状況ではないのです。冷やしチャートのここが週足チャートのここ。しかも私が買ったポイントでは見事に300週移動平均線に跳ね返されております。確かこの株は仕事の日に職場のトイレでうんこをしながら冷やしチャートだけを見て勢いで買った気がします。基本私が購入するのは家でスマホではなくパソコンにてパンローリング社のチャートギャラリーというチャートソフトをにらめっこしながら取引終了後に注文します。もちろんこのチャートギャラリーは相葉先生も使用しています。ということで今回の日本 M&A は典型的な失敗でした。それから毎日日本 M&A の株価を見ては値を上がることばかりを願っていました。で、その後、この日本 M&A は運よく買い値まで値上がりしたので、11月17日1900円で手放しました。理由としては、週足チャートではまだまだ底辺なので、しばらくは値を上げないだろうと思ったから。しかも運よくプラス1251円で手放すことができました。ちなみにその後の動きを見てみると、ご覧のようにここまで値を下げております。ここで手放して正解だったと思います。そしてもう一つ悩みの種だったのがこちらのアルプスパイン。私はこちらの株を6月13日株価1470円で購入しました。冷やしチャートでは上昇トレンドに見えますが、普通に考えると、落ち着いて考えると、この冷やしチャートだけでもここで買ってはいけないことがわかります。週足チャートに切り替えると、やはりこちらも実は底値圏で上下している状況がわかります。そして買った場所はここ。確かこれも職場のトイレで、うんこをしながら勢いで買ってしまったはずです。その後、アルプスパインは大暴落し、前回のお話ではこの辺りまで値が下がっていたはず。ちなみにこの辺りでの含み損の合計が他の銘柄も合わせると約8万円。これは非常にまずい。というのは私の資金35万円に対し8万円の含み損を確定してしまうと、私の資金は
一気に30万円を下回ります。30万円を下回ると信用取引ができません。なので30万円を下回ることは絶対避けなければなりません。そこで私が取った行動は見て見ぬふりです。株価が上がることを待つだけ。朝昼晩食前に株価が上がることを願うだけ。そして神様は見てくれていました。ここまで下がっていた株価がある日突然ここまで跳ね上がりました。理由はもちろんわかりません。その後購入してから約半年後の12月6日のここで売却しました。1470円で買って1310円で売ったので 18,946 円の損となります。制度信用取引の半年間の期限まであと1週間少々となってしまっていたので、この結果はやむを得ません。むしろよくここまで値を戻してくれたと思います。ところでこのままでは損益はマイナスのままです。そこで私が同じ期間に狙ったのは値を上げる銘柄です。その一つが銘柄コード7272のヤマハ発動機です。私はこの銘柄を8月17日2838円のここで買い、そして11月28日3365円のここで売りました。これで 49,884 円の儲けとなりました。このヤマハ発動機なんですが、冷やしチャートで見ても株価は移動平均線のほぼ上に来ています。次に月足チャートにしてみても同じように株価は移動平均線の上に来ています。仕事の合間にトイレでうんこしながらやって儲けられるほど株は甘くはない。教訓として職場でうんこしながら株を買うなです。で、それらを含め今現在の私の株式投資資金は前回報告時の35万2708円から3万9000飛んで16円増えまして39万2724円となりました。ちなみに2022年の年間の損益も合わせて発表しますとトータルで22万6778円の損となってしまいました。これで株を始めて15年連続の損となっております。今年の確定申告もまた損失の計上となります。今年2023年の株式投資の目標としては早々に資金をなんとか50万以上にさせ、もちろん年間もプラスにさせることです。なのでこの動画をご覧の派遣社員の皆さんも内容は違いど共に頑張っていきましょうということで、こんな派遣社員に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。